おはようございます。阿部義俊です。毎日更新をなんでしょう、頑張っていたんですけど、ちょっと日が空いてしまっているかもしれません。今同人誌を書くなんでしょう、漫画必死に書くモードになっていて、他のことが大変おろそかになっております。あとちょっとワニマガジン社のアートスペースっていうか画廊で村田蓮司さんと寺田克也さんのトークイベントがあって、そこにちょっとなんでしょう、見に行ったりしたんで。その話からするか。そんなこんなでちょっと、なんか動画が撮れませんでした。で、そうだな、そのトークイベント自体は、なんでしょうね、その DS って新しくできたその画廊で、初めてのイベントになるみたいで、なんかいろいろと手探りで、なんでしょう、僕は別に何か見に来てくださいよでもしかしたら、ちょっとその話を振って、喋ってもらうかもしれませんけどみたいな漠然としたオーダーで漠然と言ってみて、なんか話をするかもみたいなんでちょっと緊張しながら待っていたら結局特に何もなく終わるっていうねで、何もなく帰ってくるっていう、なんでしょう、自分自身は楽しかったからいいんですけど。ただやっぱ初めてのイベントで僕一番後ろで聞いてたんで一番後ろまではほとんどあれですね、ちょっと声が聞こえなくて、次回とか今後改善されていくと思うんですけど、レインのプロデューサーの上田さんとホタテ祐樹君って漫画家さんとお話をして、帰ってきちゃいました。それはそれとしてもう完全にノープランなんで、だらっといきますけど、この間このライカの M11P にマグニファイアつけたよって話をして、これそのトークイベントの時に持って行って村田さんとかにちょっと見せて、買いましたよみたいな。だからその僕自身はだから M11 を買う時に普通の M11 か M11P かですごく迷っていたんだけど村田さんがここのその赤いライカのロゴ、村田さんはだからモノトーンが好きなんで、いや赤いロゴは邪魔だみたいなことを言っていて、僕自身はその時はかなり迷っていて、確かに一理あると思いつつ、でもこの赤いロゴがなんていうか可愛いというか、ワンポイントになっていていいんじゃないかっていう気持ちもあったりして、ただだからこれを今後持っていった時にあまりライカっていうことを主張しない方がいい。それこそなんでしょうね、例えば海外とかに行った時とかに高価なカメラを持っているってなると、僕一回海外でカメラと財布と携帯すられたことがあるんで、またそういう被害に遭うかもしれないし、あまりこう主張しない方がいいんじゃないかとか、いろいろ迷った挙句に結局のところ、P の方を買って、村さんに P 買ったらでしょうみたいになってでしょうっていうか、いいんですけどね。でマグニファイアつけましたよって話をしたら、いいけど蹴られるでしょって言われて、っと思ったんだけど、確かにライカのこの M シリーズはレンジファインダーって言って、普通のここでピントひねるとピントがあったところだけピントがあって見えるっていう単純なそういうオートフォーカスのその見え方じゃなくて、レンジファインダーっていうこのファインダーを覗くと真ん中に、小さな窓があって、その部分に二重写しに像が映っていて、その二重写しがこうピントを調整すると二重写しの度合いがこう広くなったり狭くなったりするんですよ。でそれがピタッとあったらそこでピントが合ってるってことなんで、そういうピントの合わせ方をするカメラなんだけど、でさらに言うと、だからレンズはここにあるじゃないですか。レンズの像で、ピント合わせるんじゃなくて、ここに光を取り込む窓があって、ここで見えた像に対してその写真を撮るんで、ちょっとここで見えてる像とここで実際写すものとがずれるんですよね。でさらに言うと、そのレンズの画角に合わせてるわけじゃないんで、ここで覗いてる時に 35mm は大体このぐらいとか、その 50mm はこのぐらいとか、なんかね、その中に、ブライトフレームってその白い枠が表示されるんですよ。でその枠がこれで拡大しちゃうと、その外側のより広角寄りの方の枠が見切れちゃって、見えなくなっちゃうんですよ。で僕は中央が拡大できるんで、見えやすくなってよかったよかったって、そればかり思ってて全然気づかなかったけど、これ覗いてみると確かにこれで言うとブライトフレームが見えてないんですよ。ギリギリまで上の方を覗くと上の方にちょっとだけフレーム見えるんだけど、これ実用的じゃなくて、そういう意味ではだからあなんだろうな。でそれに言われるまで気づかないっていうのは、要するにちゃんとそのブライトフレームを見て構造を撮ってないっていうことで、そのことになんか言われて気がついてハッとしてだからまだまだなんでしょうね、ライカこの M 型超初心者なんで、
まあしょうがないんですけど、言われるまで気づかなかったことにちょっと愕然として、だとするとなんだろう、マグニファイア、その中央が見えやすいけど四辺が見えなくなっちゃうと、ちょっとそういう意味ではより構図が取りづらくなるんでどうかなと思ってみたり、外すかな、いいかなと思ったんですけどね、ちょっと外してまたしばらく使ってみようかな。実際のところ、このマグニファイア見ての通り、めちゃ出っ張るんで、ちょっとカバン出し入れする時に毎回これが引っかかってんで、ちょっとここにゴムのキャップっていうかパーツをつけてあって、このゴムのせいでまた取り出す時に周りに布のケースとかに入れてるとそれを引っ掛けちゃったりして、毎回あわあわするんで、ちょっとなしでやってみて、またちょっと中央のレンジファインダーの覗き窓がちゃんと見えてピンと自分で合わせられるかどうかを、ちょっとしばらくちょっと使い比べてみて、最終的にどっちにするか決めるかな。マグニファイアすごくいいと思ったんですよね、自分みたいにちょっと老眼と乱視が入ってる人間にとっては。でも結局なんかシンプルなのがいいんですよね。ってなことがまあ一つと、あとはだから自分は写真とかでも特にすごく分かりやすく、今だから今回みたいに中央に意識がいってると四隅が全く見えてなくてみたいな、視界に映ってるものに対してなんか異常に一点に集中するタイプなんだなっていうのが改めて毎回同じようなミスが何度もあるんですけど、実際だから写真撮っててこの間も同じような話をしたけど、例えばだから井の頭公園行って前に望遠のレンズでアオサギがいたんで撮ってて、目にピントピタッと合わせようと思って必死にこう追いかけてて、映ったと思ったらでうまく撮れたと思って帰ってきて、それをパソコンのモニターで見てみたら後ろにでっかい真っ赤なコーラの缶が落っこってるのが映っていて、撮ってる時に全く気づいてないんですよ。台無しじゃないですか。なんていうかもうそっちに目がいっちゃうんで。でこんな真っ赤で目立つものが画面の中にどうデカデカと映り込んでるのに全く気がつかないみたいな、まあそういうことがそういう多分なんかタイプなんでしょうね。一個に集中すると周りが見えなくなりがちっていうか。でなんか今回のマグニファイアもそうで、中央を見てたら四辺が見切れちゃってるのに気づいてないみたいなことがあったりして。でこれが写真の時にもだから顕著なんで、画面全体を見る習慣をつけないと構図もへったくれもないじゃないですか。多分なんか余計なものが映り込んじゃっていることに気づかずに、真ん中に多分撮りたいものを真ん中に置いてついシャッターを押しちゃうみたいな、でみんな日の丸構図みたいなことになりがちなんで、ちょっと油断するとすぐそうなるんですよね。気をつけながら撮らなきゃなと思っております。で絵描く時にもきっと多分僕は圧倒的にそういうタイプで、だから描いてるものに圧倒的に目がいってしまって、描いてるとこを注視してるとデッサンって撮れないんですよ。これ絵を描いてる時のコツで、自分はだから長らくずっと絵を描き続けてきて、だんだんできるようになってきたけど、常に一手か二手先のものを見るとか、左右対称のものとかがあったらその対象の反対側、例えば右の肩を描いてる時は左の肩はどこにあるかなっていうのを意識しながら右の肩を描くとか、描いてるところと違うところを見ながらそのことを意識しながら計算しながら、今描くべき場所は描いてるみたいな、ちょっと頭の中を分裂させるというか、いつもなんか数手先の仕事を頭の中に思い浮かべながら同時にでも今の部分を集中して書くみたいなことがなんかね、だんだんできるようになってきたら、デッサンの狂いみたいなものが今でもしょっちゅう狂うからあれなんですけど、少なくなってきて、多分集中して一点に集中して全力をかけて書けるみたいなのも多分長所でもあるとは思うんですよ。でも同時に周りが見えてないみたいなことで欠点にもなって、自分の持ってるそういう特性が長所になるか欠点になるかって、それを自分がちゃんと把握できているのか、でそれを使いこなせているのかとか、あるいはそこにあるなんか弱点みたいなものを補うような仕組みを自分の中で作れているのかみたいなことが多分大事で、だから今言ってるような自分の中で言うと、だからカメラに対してはまだ経験値が低いので、多分中央の撮りたい部分に目がいったらもうピントをそこで合わせるみたいなことにもう手一杯になってて、他のことに頭が回らなくて、さっき言ったみたいにブライトフレームが欠けてることに気づかないみたいなことが起きてるわけですよ。
で絵に関してもずっとそうだったんだけど、その時にじゃあどうやって改善していったかっていうと、なんでしょう、馬鹿正直な戦い方だけど、結局のところずっとたくさん書いていくと書き慣れてくるじゃないですか。書き慣れてくると何か書くことに対してその脳のタスクを全部振り分けなくても書けるようになってくるんですよ。その書き慣れてきたものに対して。そうなってくるとその脳に余力ができて、その余力を使って次の仕事をちょっと考えるとか、細かい細部を見てるんだけど同時に全体のバランスを見てるとか、目を描いてるけど頭と、体のバランスは合ってるかなみたいなことを考えてるとか、右目を描いてる時に左目に対してこれでいいかなみたいなことを考えるとか、違うことを同時に考える余地が生まれてくる。で余地を生むにはなんだろうな、その頭いい人はきっとなんかその脳のワーキングエリアがでかいというか、多分そういう人は、そういうマルチタスク的な、こっちをやってる時にこっちのことを考えてるみたいなことが多分上手にできて、僕みたいになんかシングルタスク特化型みたいな性格の人は、何かしか仕組みを作ってその自分の中でなんでしょうね、そのここを見てるけど同時にその全体のことを考えるみたいな書き方を、もうこれ絵の話になっちゃうけどやれないと、どっかでそのデッサン狂う、なんか必死に書いてうまくできたと思ってちょっと引いてみたらすげえ狂ってるとか、あるいは一点だけ書き込んじゃってて全体とのバランスが合ってないとか、なんかそんなことが、簡単に起きて、で今言ったみたいに書き慣れて脳の余力を作って、その余力の部分でそういう全体とのバランス調整みたいなことを考えるっていうのも手だし、それができてなければ絵の場合は時間との戦いではないので、締め切り抱えてると時間との戦いになっちゃうけど、でも基本的には、時間かけ放題じゃないですかと、前にも話したけど問題を分割するっていう、要するに近くで見て全力で書き込むっていうタスクと、一歩引いて全体のバランスを見るっていうタスクを必ず交互にやるっていう仕組みさえ作っておけば、どっちかしかできなかったとしても、じゃあ1分間だけ全力で細かいところを書き込むみたいなことをやって、でその後1分間、引いて全体のバランスを見るみたいなことをやると、効率悪いけどそれでバランス狂ってたら書き直しみたいなことができれば、タスク的に頭いっぱいいっぱいだったとしても切り抜けられるじゃないですか。その無駄が多くなっちゃうけど、いやそこで自分の中でなんかバランスを取るとか、一点を見るタイプの人は全体を見るための、時間を作るか、脳の余力を作るか何かして、その必ずこう前のめりの時と後ろに引く時の作業を交互に入れ込んでいく。だから多分僕写真の中でそれがなかなかうまくできないのは、写真は結構時間が限られてるっていうか、だからそのピント合わせても、例えば被写体がさっき言ったみたいにアオサギとか鳥とかだったらどんどん動いていっちゃうじゃないですか。そうするとピントを目に合わせるんだで手一杯になっていって、全体を見る余裕がなくなって空き感に気づかないみたいなことが起きるわけですよ。じゃあそれに対する対処っていうのは、多分大量に取って取り慣れてピント合わせるのが瞬間的にできるようになっていくと、余った時間と余った脳の余力を使って背景に空き缶映り込んでねえからみたいなことを考えられる、余裕ができるわけですよ。なんかね、あらゆることで、なんか自分の場合だから絵を描く仕事なので特にそうなんだろうけど、多分絵を描く人はこのカメラのことでもいいし何でもいい、その日常の何かのことが全部絵の自分のなんかその改善につながるような発想につなげることができるはずで、そう思いながら生きていくと、絵を描いてない時でもその絵が上達するようになるんですよ。だから多分僕も写真上達しようと思ったら、なんかそれこそなんだろうな、その朝起きてちょっとご飯作るみたいな時とかにすごくなんか手際よくやる練習をするみたいなことは、多分なんだろう、今パッと思いついたことでなんかなんでしょう、パッとしない例えだけど、もしかするとそういうものがそのピントを素早く合わせながら背後で全体のバランスを見るみたいなことになんかつながるのかもしれないし、何かゴールを決めずに喋るとこうやって、話がよく分かんない方に横道へ行っちゃうけど、でもそうですね、そのちょっとその村田蓮司さんと話をしていてブライトフレーム切れてるでしょみたいなのを言われた時にとっさに思ったのは、なんかそういうことで、なんだろう、だからその自分はうかつなんだなと、そういうだからその一個に集中するタイプの人間なんだなと。でその時にじゃあ対処として、そうか、自分は絵の場合も同じようなことをやっていて、で絵の中ではさっき言ったみたいにある描き方に習熟して、楽に描けるようになって残った余力で、そういう全体のバランスを取るみたいなのを作るとか、あるいはだからさっき言ったみたいに一点に集中する時と引いてみる時を交互に作るとか、なんかそんなようなことをして確かに対処していたなと。でカメラの中ではそうか、なんか自分がなかなか思ったように撮れないのは、だからカメラ
と絵が違うな。だからそのカメラの時はそういうふうに時間で分割することはできないんだなっていう、その時間をかければできるって言っちゃうと、なんか時間かけていい時にはできるかもしれないけど、瞬間的に撮らなきゃいけない時にはそれができないから、なんかそうするとさっき言ったみたいになんか大量に撮って一瞬で判断できるとか、その一瞬でそういうピントを合わせるみたいな、その機械的にやらなきゃいけない作業を瞬間的にできるようにして、その余った余力で何か構図について考える、頭の余白を作るみたいなことが対処の方になっていくんだな、みたいなことですかね。なんか、ごちゃごちゃっとした話になっちゃったけど。で、話ついて、やっと見本を、この間のコミティアで同人誌を作りました。鉛筆画が主だったんで、なんか鉛の絵って書いて鉛絵っていうタイトルにしちゃいましたけど、これは、まあ、大体その自分の、鉛筆画で、特にその、だからそのワニマガジンとかでやっていた、そのスペースカイマンっていう、まあ、画廊で、その TS っていう画廊ができる前にあった、そのメインの画廊だった方で、よくやっていたイベントで、ちょっとこう、ミニ色紙みたいなものをいっぱい描いて、で、その中の絵を、あの、なんでしょうね、集めた、画集というか、まあ、ちょっとした鉛筆画集を作りましたと。で、これが今、コミックジンっていうところで通販やってますんで、よろしくお願いしますと。自分はなんかこういうもの、自分のやったものをなんか宣伝するのが、なんかすごく苦手で、あんまりやってこなかったけど、ちゃんとやった方がいいですよね。で、同時に、これは、塊少女という、やつで、同じようにやっぱりミニ色紙なんだけど、これは奥さんとの共作で、このごちゃごちゃっとした塊は奥さんが描いてて、人間は僕が描いてます。割とだからこっちはなんか、その、奥さんのこの塊の書き込みがあるんで、密度感のある、画集になってます。ミニ式刺繍ですね。なってます。で、正方形の半径にして、ちょっとね、面白い、紙を使っていて。で、この、その B5 なのかな、で、この余った部分を、こういうふうに切り取って、その、印刷所が、ミニメモ帳みたいなものを、作ってくれて、このミニメモ帳セットなんですよ。で、こういう風になっておりまして、まあ、ちょっとしたメモ帳もついてきますと。どちらも1冊1000円と、まあ、その通販なんで、その通販のところの手数料みたいなものがちょっと乗るんで、1500円ぐらいなのかな。まあ、そんな感じになっておりますと。ぜひぜひよろしくお願いします。そんな感じかな。そして今だからその飛び込め沼という、カメラの漫画を描いております。それも終わったら、多分まあ夏のコミケまでには頑張って書き上げて、書き上げてって思ったんだけど、なんかね、なんだろう、もう前回のやつからちょうど1年空いちゃったりして、話がとっちらかっちゃってますけど、それはだからその、新しいキャラクターとかが出て、ちょっとジャンルが変わるというか、その、今まではだからその、えっと、先輩と後輩っていう二人組の掛け合い漫才みたいなとこだったのが、そのあたりでだから最近だから文房具とか万年筆とか好きになったんで、その万年筆好きなキャラクターを一人出して、その万年筆をなんか物撮りしていくみたいなところで、ちょっと今まではだからそのカメラ、なんか真剣に写真を撮るみたいなところから逃げ回りながらレンズ遊びに興じている人たちみたいなのを書いていて、ちょっとだからその物撮りについて真剣に考えるみたいなところにちょっとシフトしていて、自分自身もだからちょっとそれと同時に、なんかその、カメラの技術的ななんか勉強しながら、同時にそこで自分のなんかその勉強したことを、漫画の中のネタに落とし込んでいけるといいなと思いながら書いているところなんですけど、なんかそういう話になってたら、なんかやたらとページを食って、なかなか話が進まなくて、苦労しておりますと。で、ずっと、まあ、シグマのカメラが好きで、シグマの話をし続けてきたけど、またシグマの、なんだろう、新しい次の FP の次のカメラとかができたら、またそれを全面的に、出して話を、やっていくけど、そうな、FP が出てからもう3年、4年近く経っていて、なかなか、話の、なんだろう、レンズは新しいものいっぱい出るんだけど、次のね、なんかフルサイズの、その、フォビオンセンサー、次世代のやつとかが出たら、またそこでいろいろと話が膨らむんですけど、その間だから僕も、なかなかね、ライカを買ったから、ライカをなんか漫画の中に取り込みたいんだけど、高校生の
キャラクターたちにやっぱり変えるものではないので、何かの考えないと、できなくて。まあ、ちょっと他のカメラの話とかも少し入れ込みながら、続きを書こうかなと思っていたりしています。まあ、そんな感じかな。はい。ありがとうございました。ではでは。